はいどうも、21世紀の孤独な崇拝者シロでございます。ベビーメタルのね、ルームズデイの9ということで行ってまいりましたんで、そのレポートの動画です。じゃあ早速行ってみましょう。今日のね、クライマックスというかハイライトは、なんといってもですね、ノーレインボーやったっていうね、ここに尽きるかなっていうところです。それでは行ってみますね。まずね、セットリストちょっとお話しさせていただきましょうか。1曲目がね、ベビーメタルです。やりましたね。で、2曲目、いじめダメ絶対。3曲目がギミチョコ。4曲目がドキドキモーニング。5曲目がグッジョブ、GJ ってやつですね。で、6曲目にノーレインボーやって、7曲目ディストーション。で、8曲目パパヤ。で、9曲目にネギツネ。10曲目空手。11曲目にヘッドバンギャーで12曲目にザ・ワン、それで13曲目にロード・オブ・レジスタンスというところで合計13曲今日はやりましたね。はい、そんなところです。で、少し詳しく話させていただきますと、まずですね、会場に入って、ステージ見たわけなんですけど、もうステージにねドラム缶なかったんですよ。っていうことは少なくとも1曲目 In the Name of じゃないんだなっていうふうにちょっと気づいたわけなんですけど、そうするとね、何やるのかなっていう期待が膨らむっていうか想像が膨らむっていうかね、そんな感じだったんですけど、でオープニングはねいつものようにコバメタのお話なので、そこは割愛させていただきます。でそれが終わって1曲目に行くわけなんですけど、そこの間にいつものように映像が流れるんですけど、そこがまた違いまして、おそらくなんですけど、その5回目6回目にやった時の映像と同じのがね流れてたと思います。あんまり覚えてないけど、破壊と再生の物語っていうやつですね。それで今日気づいたことは何かっていうと、そこってねナレーションないんですよね。文字情報だけ、文字と絵だけなんですよね。それでスタートしていくんですけど、で1曲目がねベビーメタルですよ。かなりアレンジしていて、もう訳が分かんないやつで、最初はハードコア調っていうんですかね、ダラーダラーダラーみたいな、そんな感じ、ブツブツブツって切れるような感じのハードコア調の曲ってそういうのあるじゃないですか。もう1秒の曲とかが3曲続くみたいな、あんな感じで、もうわけわかんないんですよ。で最初はね白い映像だったから、映像っていうか白っぽい感じで、途中から赤くなるみたいな、そんな感じでしたね。でそれでこの間と同じようにですね、十字架にかけられた3人がこうやって出てくるんですよ。それで前はスクリーンに顔って映んなかったんじゃないかなっていう記憶があるんですけど、今回は映ってました。ちょっと定かじゃないですけどね、記憶はね。で顔が映っていて、こんな感じで十字架に目つぶってかけられてるみたいなね、そんな感じだったんですけど、で途中でね覚醒したような感じの動きもちょっと見れました。あんまよく見えないんですよ、正直言うと。暗いしね、目開けてこうなってんのがパッて覚醒して普通の角度に戻ったような感じもしました。でもそこはカメラで抜いてるわけじゃないんでちょっと分かんないんで、ちょっとそこはね定かではありませんね。で前と違うことは、もしかしたらなんですけど長かったかもしれないですね。前は本当にあっという間に3人も下がっていっちゃったような印象があったんですけど、ちょっとこれも記憶なんで定かじゃないですが、長かったように私は感じました。で1曲目というか2曲目ですよね、いじめダメ絶対また来たわけなんですけど、これもねかっこよかったですね。いいですよ。このベビーメタルですから、いじめダメ絶対の流れっていうのは、ね、すごくかっこいい。それでいろいろやって、ドキドキモーニングが終わってですね、映像流れたんですよ。でね、その映像がいわゆる紙芝居調ではなかったんです。それで武道館なので、武道館のねブロック割りみたいな感じで北南東西みたいな、そんなような絵が出て、で絵の感じっていうよりは内容がね和風な話してたんじゃないかなと思います。ちょっとあんま覚えてないんですけど、それでその中で応援団とか応援するとかそんなような話をしてたんで、これもしかしたらみたいな感じですね。でも応援団っていうともうちょっとなかったですから、でこれを思いつくじゃないですかってなると、もう GJ グッジョブかなって感じで、その映像を見ながら想像はしてたんですけど、それが的中したっていうか当たったっていう感じでしたね。でグッジョブやりました。それでおねだり大作戦の時と一緒で、4人の子狐たちが一緒に出てきて、踊るだけなんでモアちゃん1人でやってたっていう感じです。でこれね演出が
結構良くて、どんなことをやったかっていうとですね、こうじゃあ東行ってみようかみたいな感じでこう337拍子をみんなにさせるんですよ。そこで全然ダメじゃんとか、なんか全然聞こえないみたいな感じで、いつもですね S キャラのモアちゃんこう全開な感じでね、すごくね良かった。でこれね演出が素晴らしいなってやっぱ思いました。この声出せない状況でそれを表せることってじゃあ何かって言ったら拍手なわけですよ。でそれを売りにしてるっていうかさ、それをこうモチーフにして作ってる曲をここに持ってきて、でさらに声を出すんじゃなくて拍手で競わせるみたいなところってすごい憎い演出だなと思ってね、結構これね感動的でしたね私は。でしかも結構盛り上がって楽しかったし、すごくね良かったです。でグッジョブが終わりましてですね、またこう映像が流れるんですね。で映像が流れるんですけど、白黒の映像でなんかこうちょっと窓ガラスにこう雨がこうパラパラみたいな、そんな感じでもう分かるんですよ。グッジョブやった時点でもうすでに次の曲はセカンドの曲やるなっていうふうには分かるわけですね、今までの流れだと。でそう考えるともうグッジョブやったらもう次もノーレインノーレインボーしかないだろうっていう感じなんですよ。で雨のね映像も出たし、あと鳴らないピアノがうんぬんかんぬんとか言ってましたね。もうそれでもう皆さん気づいてたと思います。もうほんとちょっとこうテンション上がる感じ、うわ来たーみたいな感じのね雰囲気はねありました。それでノーレインノーレインボー始まったんですけれども、でこれね良かったですね。すごく私もね何度かしか聞いたことないと思います。昔はねもうかなりメインのレパートリーでもうレジェンド IGZ の頃から実は昔からやってる曲ですけどね、私が行き始めた頃は封印されてたっていうか結構やってなかったっていうのがあって、何回かしか見たことなかったんですけど、この曲ではね結構演出がされていてピアノとか出てきましたね。それでねピアノがこう出てくるんですよ。でステージのこう端っこっていうか出てくるんですね。でそれでそのピアノが出てくるシーンではスーちゃんもこうステージの端っこにいるんですよ。でそうするとこのピアノから光のこうラインというかこう筋がこうやってこう出てきて数メーターのこう前で止まるんですね。でその数メーターの前で止まったラインに数メーターがこう乗っかってこう一緒にこうその光に導かれるようにこうピアノに向かって歩いていくみたいな感じで、後ろはこうやってこう数メーターと一緒にこうやって消えていくんですけど、そんなね演出がありました。それでその後にその光に導かれてピアノのところにこうスーちゃん行くんですけど、そこでピアノの前にこうやって座ってちょっと遠くて暗いから分かんないですけど弾くような感じで弾き語りみたいな、そんな感じでねピアノの前に座って歌を歌っていましたね。でそのピアノの前で歌を歌うシーンが終わるとバーンとこうやって暗転して、かなりのこう長いブレイクがあってですね、そこからまた歌い始めるみたいな、この間のその暁と同じようなこう演出がされてました。でそのブレイクがね結構長くってフライングで拍手しちゃう人とかいて、それぐらいね結構ね長くてねこううってこうちょっとね前のめりになっちゃってこううーってなっちゃうようなシーンもありましたね。はい、そんな感じですね。ノーレインノーレインボーが終わった後にはディストーションが始まって、そこからこう怒涛の後半戦スタートみたいな感じでしたね。それでロード・オブ・レジスタンスに流れていくわけなんですけど、そこでねスー様の今日のお言葉はですねちょっと正確ではないと思います。でも大体合ってると思うんで、10年間支えてきてくれてありがとうございますみたいなことに言ってました。であとねもう一個ねベビーメタルに出会ってくれてありがとうとも言ってて、その言葉はねすげえ感動しました。本当に毎回泣いてるんですけど、もう本当に泣きましたね。ここはねすごくね良かったですね。はい、それで、いつものように「We Are Baby Metal」やってジャンドラやっていつもの映像が流れて終わりっていうような、感じのねライブでした。はい、で少しね個人的な感想を話させていただきます。でさっきも言ったんですけどもベビーメタルですがスタートして、そっからの IDZ っていうね流れがねやっぱりね2回目なんですけど本当にかっこよかった。で静かなねイントロなしでいきなりクライマックスにドーンってこう突っ込む感じ、あそこがねやっぱねすごいねかっこいいですよ。ベビーメタルですのなんかぐちゃぐちゃした感じからデキ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 デデデデデデみたいな感じでいじめダメ絶対のイントロが始まる、あそこはねかっこよかったですね。2回目だけど本当この話するのも2回目なんですけど、であとね始まる時にこう映像出たんですけど、そこにテンベビーメタル武道館ファイナルって出たんですよ。明日が本当のファイナルだとは思うんですけれども、ファイナルって出た文字見ただけで結構感動しました。やっと最後になったっていうか、やっと最後になったっていうのはちょっと正しくないですけど、ここまで来たんだなみたいな感じはして、結構そのファイナルって文字だけでね結構感動しました。いよいよ終わっちゃうんだなっていう感じでしたね。
で今回の席なんですけど2階の南西側っていうところでしたね。ですけど南西側だったんですけど一番ね南西の端っこだったからもう隣がすぐ南側っていうところだったんで、今回はね、そういう意味で南側とほとんど一緒でした。で北か南がねやっぱりねベストポジションなんですよね。で特に南側は本当正面なのでやっぱりかなりねいい席で見ることができました。で結構ね角度もいい感じの角度だったっていうのがあってかなりねよく見えました。もちろんはっきりは見えないですけど今まで見た中でも結構ねこう見えたかなっていう感じでねそこら辺もね個人的にはね良かったですね。であと2階席のかなり前の方だったんですよ。普通のモッシュッシュだったんですけどそこも良かったんですけどね。それでねスピーカーが結構こう上の方にあるんですわ。前の方だからちょっとねなんか音がね遅れたりしちゃうのかな分かんないですけどちょっとバラバラに聞こえたような感じがあってそこは少し残念でしたね。ですけど体勢に影響ないっていうか何もこれは耐えられないなとかそういうぐらいではないのでそんなに気になる程度ではなかったんですけれどもちょっとそこら辺はね残念だったかなと思います。あとはですねそうですねあとね今回なんですけどモアメタルの曲ゆいちゃんモアちゃん曲ですよね。それがね2回目だったんですけど意外とねいけるなって思いましたね。だから運営側っていうかさアミューズ側ももうゆいちゃんいなくなっちゃったんででもゆいちゃんがいなくなっちゃったけどあの曲封印するのはやっぱりもったいないしみんなも求めてるだろうからモアちゃんだけでやる方向をこう実験してたっていうか進めていこうみたいなそんな気概っていうかさもう感じましたね。で4人の子供たちっていうかさ顔は分かんないんですけど、メギツネの人たちがいるんで、その人たちがいることによって、彼女たちは歌は歌わないですけど、空間とかは確かにこう埋めることができるっていうかさそのゆいちゃんがいなくなった穴をこう、埋める役ではあるかなと思いました。結構ゆいちゃんなしでもねいける感じがしましたね。それってさゆいちゃんがもういなくなっちゃったんでゆいモア曲って聴けなかったかなって思うとこあったんですけど今回まさかの復活だったじゃないですか。でこれ多分ね続けていくと思うんですよね。でそうなるとあなたが聴きたかったそして私も聴きたかった4の歌の復活っていう可能性もね十分ありえるんじゃないかなと思ってねそう考えるとねかなりこれはね大きい一歩っていうか実験っていうかだったようにね感じますね。はい。であとねもう一つカメラマンにまた来ましたね。今回はねもうバズーカみたいなもうでっかい望遠のレンズつけたカメラでガシッと撮ってました。でさらに撮ってるカメラともう一個それバズーカみたいなやつ持ってたんでかなり重そうでしたね。前回っていうかこの間ちょっと目の前でねカメラマン見て迫力あったっていうところがあったんでちょっと注目しちゃったんですけどちょっとね見た感じはねその藤井さんっていう人がいらっしゃるんですけどちょっと藤井さんじゃない感じもしました。あくまでもこれは私の記憶なんで正しくはないと思うんですけどもしかしたら藤井さんじゃなかったかもしれませんね。で最後なんですけどノーレインノーレインボーねあなたもね聞きたかったと思います。そしてね私も聞きたかった。でもね今回の私の個人的なハイライトはねやっぱグッジョブでしたね。グッジョブのですね337拍子をする、ね、演出がねすごく良かったです。さっきも言ったんですけどやっぱりこの声を出せない状況っていうのをそういう意味では、最大限利用してるっていうかそれを最大限補えるその拍手で競わせるこう演出っていうのはねもうほんとベビーメタルらしいっていうかアミューズらしいっていうかすごくねそこら辺の演出はね良くてね個人的には私のハイライトはグッジョブでした。はい、そんなところでね今回のね動画はねこれで終了です。長々喋っちゃいましたけどありがとうございました。最後まで聞いていただいて今日はね9回目ではあるんですけど私のねこのテンベビーメタル武道館は今日で終わりなんでね本当に狂乱の4ヶ月がね本当にね終わったっていう感じです。で明日ね私行けないんでもうこれご覧いただいている方でね明日行かれる方はねぜひね楽しんできてください。今ねこういう状況なんでね来たくても来れない人いっぱいいると思うんで本当にその人たちの分もねぜひいつもよりも10倍も100倍もね楽しんできてほしいなっていうふうに思います。でぜひねちょっとね話聞かせてほしいですね。はいそんなところでまた次回の動画でお会いしましょう。 See you。雨でびちょびちょになっちゃったんですけど、とりあえず着きました。それで、後ろにこんな感じで看板がありますけど、本当にね、最後っていうことで、ちょっと感慨深いものがありますね。で、結構ね、これで8回目なので、だいぶ YouTuber っていう感じで、あとさっきね、
であとさっき T シャツで買いました。今回は事前申し込みとかいらなくてチケット持ってるから買えましたね。あとねザワンの T シャツ、ザワン限定の T シャツっていうのがあって、それを今回買ったんですけど、そうするとザワンのその2021年の、ね、T シャツ買った履歴を見せるんですよ。そこのめんどくさいっちゃめんどくさいんですよ。正直ちょっとご老体がああいうのやられるときついかなという気がします。そんなところでびっちょびちょなんで、早く帰りたいので、ちょっと T シャツもせっかく買ったんで着替えたいので、そこで、行きます。